角山でございます。本日は、少年党解説シリーズその26ということでございまして、前回はですね、詠春拳の一番大事なボンサオという技の正しい形と簡単な用法についてお話しさせていただきました。そして形ですね、角度でありますとか、そんな要件についてお話しさせていただきましたが、今回は、実は前編だけではボンサオはできません。これ不思議なことにできないんでございます。あれだけでできりゃできそうなもんだと思うでしょ。あれだけじゃできないんですよ。ちゃんとこっからいう話を聞かないとボンサオにはならないわけでございます。そこら辺もございますので、しっかりと、聞いていただいてボンサオというものを理解していただきたいと思います。よろしくどうぞお願い申し上げます。さてですね、ボンサオは外転90度でこっち前向けまして、肘が135度で相手の方に正中線に向ける、こんな形ですね。これがセオリー正しい形だと言いましたが、この形だけしてりゃいいんですが、この形だけではボンサオにはなりません。不思議なもんですよね。前編でもちらっと言ったんですけど、皆さんね、この形を言ったらこの形で固まろうとするんですよ。ガチッと固まってパンチを受けようとするんです。そんなことすると力がそのまま伝わってしまって、間がちゃんとできてないとフラフラになるんです。上半身がフラフラっとこう崩れるわけですね。状態が流れると言いますか、そういう形になる場合がほとんどです。ですからこの形になったからといってボンサオはできるわけでもないんですね。そこら辺のことをまた詳しく言ってみたいと思います。まずこの相手のファックンがやってくるということを想定します。相手のヤッチーチョンクン、つまりファックンですね。ヤッチーチョンクンがこうパンチとしてやってきておるというのに対してボンサオをします。でボンサオのまま相手のパンチが来まして、それでこう固まって、この形で固まって防御しておる。これではボンサオにはならん。じゃあどうなっているかと言いますと、相手のパンチに対してこう前方に出るように力を出さない。背中からね、前方に出るような力を発揮させて相手の力を吸収しなければダメです。でその時にですね、相手の圧力がぐっとかかってきた時に、外へ広がる、つまり肘を180度に近づけるような力でやろうとしている方がほとんどなんです。この状態からこう広げようとする、力を出してこうパンチが来たらこっちへこう避けようとするパンチ、これは間違いです。ボンサオというのは、相手の力、パンチを内側に持っていくもの。これ真正面に来てるのをちょっとでもこっち内側にも、移動させるもの。それは自分が動くんじゃなくて元からちょっと動く、こっちへ誘導するものなんです。こう真ん中に来ているものをこっちへ誘導するものなんです。だから段小さをしたってこんな感じ、ちょっとこっちへ誘導する。だからパンチが来たらちょっと誘導するんです。だから力はこっちに出ないんです。それが、
ずーっと外に開くような、これは逆の力が出てるんですね。これはこう背ばこういうふうに力ですね。ファークサー、こんな感じの力。これじゃなくてこっちですから、こっち。これ真逆の運動になるんですね。でも言わないとですよ、皆さんこっちを出そう、こっちを出そうとするんです。これ 100% です。これを指導しないと絶対にこっち側にはなりません。だから特にウォン・シュンリョンスタイルの英春拳をする場合、相手と正対している場面で団地差をした場合、ちょっと内側にもちょっとでいいから内側に誘導します。ボンサーというのはそういう力の働きが必要だからです。で、ほっといて皆さんがやるのはそれの逆でございます。大体そういうふうになるわけです。で、ボンサーが使えるようになってきたらこっち側に力が出るようになるわけです。で、もちろん相手のパンチが正面正中線のままでも力はこっちに出ないわけです。できればちょっとでもこう相手の内側に向かって誘導しないと、パンチを誘導しないまでもちょっと前に出ていないと相手の力を相殺することはできないということになるわけでございます。それでですね、 YouTube とかでダメ動画はこれがね、力が前に出てなくて後ろに引いてる。こうやって団地差でもこんなして、この炭素の位置よりボンサが引けておる。これは誘導も何にもしてないことになりますね。誘導せずに後ろ引いてるだけ。炭素がボンサをこんな感じで引いてしまって、こんな感じの形になりますね。これ90度以上曲がってますし、そのヤッチーチョン君に対してこんなボンサをしたら、これはこっちが崩されてしまいます。自分としてしっかり立って相手を誘導するということに全然なってないわけです。これはもう見てもらったらすぐ分かります。こんなボンサオでは実際に使った時にあらまあと思うだけでございます。135度、まあ最低でも90度以上、91度以上で135度以内。これ以上伸びすぎたらまた今度こっちに力が出てます。それも間違いでございます。曲がるも間違い、伸びるも間違い。この90度から135までのわずかな角度で、なおかつ相手の力が及んだ時にちょっと内側に誘導する背中の力が大事なんでございます。その肩甲骨の力で相手のパンチを内側へ誘導する、こういう身体操作を行わなければならない。ただこの形さえ捨てればいいんだというわけではない。これで固まってたってボンサオにはならないです。こっから前に出してちょっと誘導する、こういうふうにやらないとボンサオとしては使えないということになります。これははっきり申し上げます。こんなボンサオが使えるんだったら世話ないです。小さなの中でですね、間合いがほとんどこう取れなくて、密接しているような状態で相手にボンサをしながらこうひっついてるっていう、そういう状況になったらこんなボンサだってありえます。それはもうセンサーとしてのボンサですからね。ここから変化しうる、もしくは肘で相手を押し出して崩す。でここからまた変化してラップサウトがする、そういうもののセンサーです。ただこうひっついてこないなだって相手と接触してる、そういう意味合いのボンサオと、これがこんなんなったらこれ大ボンサオみたいなことになります。それとはちょっと違うんです。これは、いいボンサオと言います。ウォン・シュンリョンスタイルでいうところの、これはボンサオと一般的に言いますが、詳しくはいいボンサオと言います。
E は移動の E です。E ボンさん。今回はここまでということになります。結局のところ語り尽くせなかったので、これ第3話目という。チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。